おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。久々に質問&リクエストフォームから取り上げたいと思います。いつもためになる動画をアップしてくださりありがとうございます。去年エレキギターを始めて今はベースに興味を持ち始めました。エレキギターとエレキベースを見比べてみると、ベースのトラスロットの調整ネジはヘッド側よりもジョイント側にあるものの方が多いような気がします。エレキギターのトラスロット調整ネジの取り付け位置はヘッド側、ジョイント側、それぞれ半々くらいのイメージだったのですが、どうしてベースのトラスロット調整ネジはジョイント側に装着されていることが多いのでしょうか。ベースの方がネックにかかる力が大きいことと関係があるのでしょうか。トラスロットの効き具合は調整ネジがどちら側についているかで変わるのでしょうか。こういった質問をいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、もう随分前のご質問になるんですけれど、エレキギターに比べてベースの方がネックジョイント側にトラスロット調整ネジがついていることが多いかな。そんなことはないと思うんですけどね。例えばフェンダーのジャズベプレベとかでも70年代とかヘッド側についてますよね。あとは何だろう。G&L もヘッド側ですよね。ミュージックマンは違うな。ミュージックマンは、エンド側に回しやすいやつがついてるタイプですよね。まあ質問者さんのイメージだとベースの方がヒール側にね調整のネジがついていることが多いんじゃないかっていうふうには書いてありますけれど、別にそんなことはないのかなっていう気はします。で、ヘッド側に調整のネジがある場合とネックのヒール側に調整ネジがある場合とで効き具合が違いますかという質問なんですけれど、これは全く変わらないと思います。断言しないところがいいでしょ。はい。で、トラスロットって、こういう風になってるわけですよ。一本物のトラスロットですね。湾曲して入ってるんですね。棒がこういう風に湾曲して入ってるだけなんですよ。効き具合っていうのはどこで決まるかっていうと、両端と比べて一番深い部分がどれほど深く埋まってるかによってトラスロットのこの締めた時の効き具合っていうのは変わってくると思うんですね。まっすぐになってればなってるほどここをいくら締めてもネックに変化はあまり起こらないんですよ。極端なケースだとギブソンとかで昔のやつだとトラスロット入ってはいるんですけれど完全な直線で入ってたりとか、あれはどうなのかな、もうほんの少し湾曲してんのかな。湾曲してるっつってももうほぼ平坦なケースとかがあるんですよね。いくらこういう風に締め付けようと全然ネックに変化は起きないんですよ。変化は起きないんですけれど、ここの部分のロッドが引っ張られることによってこう踏ん張りが効くようになるんですね。なので弦の張力に対して踏ん張る力が増すっていう、そういう仕組みのトラスロットもあります。要は湾曲具合が多ければ多いほど締め付けた時の変化の具合っていうのは大きくなりますよね。で、ポイントとしてはどのぐらい湾曲させてこう仕込むかっていうのも重要なんですけれど、メーカーによってネックが反るポイントが違うんですよ。なぜかっていうと、単純にこのネックの距離の中間部分を一番底にするんではなくて、一番深いポイントを少しずらして仕込んでるっていうケースがあるんですよね。むしろそういうケースの方が多いのかな。で、そうすることによってトラスロット調整をこうした時にどの辺で逆反りが一番大きくなるか、要は変化する部分がどのポイントになるかっていうのが、ヘッド寄りなのかエンド側寄りなのかボディ寄りなのかが変わってくるんですよ。当然ながら一番深くする部分をナット側寄りにすればこっち側で逆反りになりますし、ボディ側に一番深いポイントを持ってくればこの辺りで効いてくるんですね、変化の具合が。これは制作者さんとかの
糸によると思いますけれど、多くはね、真ん中よりかはちょっとこっち側に、一番深いポイントを持ってきた方がいいと思います。私もネック単体だけでこう制作するときとかね、必ずね、ポイントはね、少しこっち側にしてますね。これは一本物のトラスロットの場合です。ものによっては、これはアコースティックギターとかによく仕込まれてるトラスロット。これはね、ネックに対して埋めてしまうんではなくて、指板を剥がすと、こんな感じでね、トラスロットがこうもう露出してるんですよ。トラスロット分の深さだけ掘ってあげて、で、指板で蓋をしてるみたいな状態ですね。このタイプのトラスロットが入ってる場合は、もう単純にこの幅の真ん中で効くようになります。真ん中がこうやってグッと持ち上がってくるんですね。あともう一つは、両撃きのトラスロット。これは2本のトラスロットですけれど、ものによっては1本のトラスロットでも、順反り逆反り両方に効くものもあります。それはどういう風にしてるかっていうと、トラスロット調整のこっちの部分を固定しちゃってるんですよね。言葉で言うのはちょっと難しいんですけれど、これに関しても締め付けていくと真ん中がこういう風に反ってきますので、どこのポイントで反るかっていう微調整はできないですね。で、ただし、この両撃きロット、順反り逆反りに効くロットっていうのは非常に有効なので、私はですね、好んでこれを使うことが多いです。両方に効くロットを仕込んでおいてあげれば、どっちにも対応できますからね。この辺はね、多分好みが分かれると思うんですよね。一本物のこういうロットに比べると、木材で埋め尽くされる部分っていうのが少なくなるので、それを嫌だっていうふうに思う方はいらっしゃるかもしれないです。ただ私は、それよりかは、メリットの方が大きいと感じてます。ステュマックとかのサイトを見ていただくとわかるんですけれど、昔はね、こういうタイプしかなかったんですが、もっとね、仕込み深さを浅くできるタイプも売られてます、今は。ちなみにこの両撃きのこのトラスロットっていうのは、湾曲させて埋めるんじゃないですよ。こういうふうにこう、まっすぐな状態で埋めます。今日のまとめ。トラスロットの調整部分がヘッド側にあろうが、エンド側にあろうが、トラスロット自体の効きは同じです。効き具合は。効き具合が変わるのは、一本物のトラスロットの場合は、この深さ、深ければ深いほど、つまりこの湾曲具合が大きければ大きいほど効き具合は大きくなります。で、逆にここが浅ければ浅いほど、湾曲具合が少なければ少ないほど、締めた時の効き具合っていうのは少なくなります。で、それから一番深い部分をどこに持ってくるかによって、ネックの反り具合のポイントが変わってきます。私の場合はですけれど、真ん中ではなくて、ほんのちょっとナット寄りに一番深い部分を持ってきて、それで仕込んでます。はい、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。